こんにちは。北海道で農民やってます、さおりです。農民の休日ということで、現在は雪で畑がお休みなので、日本一周の旅をしています。和歌山市は初めて来ました。マグロ。いつかマグロを釣りたいんで、今日はマグロのさばき方を学びます。ここでは毎日マグロの解体ショーをしています。どんどんさばかれていく様子を見ると、なんだかちょっとかわいそうな複雑な気持ちになりました。市場の中にはバーベキューができる場所もあって、好きな食材を選んで焼いて食べれます。かわいそうとか言って普通に買っちゃいました。マグロの大トロ、中トロ、赤身の赤身、中トロ、大トロのセットです。シャリが冷たくて味がわかりませんでした。美味しかったんですけど、私はもっと安いお寿司で大丈夫そうです。市場の向かいにはテーマパークみたいなおしゃれなとこだったり、果物専門店もありました。みかんってこれまで普通に好き程度だったんですけど、和歌山県のみかんはこれでもかってくらい美味しくてびっくりしました。和歌山市を離れて白浜町まで移動してきました。この岩は砂岩と言われ、その通り砂からできていて、岩なんだけど柔らかく、激しい波の影響でこの地形になるそうです。揚げ団子です。美味しそう。駐車場の近くにはお土産屋さんがあって、そこの揚げ団子がめちゃくちゃ美味しかったです。年末でどこも混んでるんで、とりあえず三重から愛知に渡ります。ということで、三重から愛知に渡り、静岡県に入りました。明けましておめでとうございます。静岡県から富士山を見てます。いいね。富士山はめちゃくちゃ好きなので、お正月に拝むことができて幸せでした。北海道では見ることのない茶畑です。すごい。静岡から神奈川に入ったんですけど、なんかすごい人がやたら立ってるんですよ。なんか書いてる。箱根駅伝って私はよく知らなかったんですけど、通行規制になる前に通過できてよかったです。東京湾フェリーターミナル、千葉県の金谷に渡ります。年始だったのですごいたくさん人が乗っていました。この道の駅はもともと学校だったそうで、教室に泊まったりもできるみたいです。
ご飯屋さんもたくさんあって賑わっていました。ボスキュー半島最南端の地。ここから太平洋を一望することができます。これからの雪道に備えてタイヤ交換もしました。千葉から茨城を通って栃木県に向かいます。茨城には北海道にしかないと思っていたセイコーマートがあって嬉しくなりました。平和観音。すごい。上まで登れるみたい。上に登ってみます。年末年始はほぼ引きこもり生活だったので、久しぶりの階段で疲れました。何もなかった。ペライな。休館日。ここでなんとまたトレーラーにトラブルが起きてしまいました。車軸のベアリングというやつが寿命を迎えてしまったのです。異音に気づいて点検したところ、異常なすり減り方をしていて、今すぐ交換しないと走れないのだそうです。しかしこのベアリングは今日本で1箇所しか売っているところがなくて、栃木県宇都宮市ってところなんですけど、栃木県宇都宮市？なんか今いる場所の名前に似てるなぁ。奇跡が起きました。運よく在庫もあったので買ってきて修理しました。そうだね。大丈夫そうだね。おはようございます。今日は1月8日。日光東照宮に来ました。今年初寺神社です。行ってきます。日光東照宮は2年前にも訪れてるんですが、その時はすごい人でまともに見れなかったので、リベンジしに来ました。こんなにさ、気づかだっけ？おー。なんかお殿様がいる。ここにいっぱい七福神がいる。すごいお金かかってるんだろうな。奥宮に眠り猫がいるんだと思って長い階段を登ってきたんですけど、なんだかよくわからないところに着きました。猫ってどこだ？これはなんだ？ちょっとよくわかんないよ。ミッキー。亀かな？めっちゃ亀に見えたけど、ただの石置いてあるだけか。1月8日ってことで本当に人がいない。全然空いてます。修学旅行とかもないし。お正月休みが終わったタイミングだったので、本当に人が少なくてゆっくり見て回れました。お、基地。無事平穏な時、小さい苦労はありますが心配するにあたりません。大抵のことは順調に運び、家庭内も明るい活気にあふれる雰囲気となります。素直な心で物事を受け入れ、思いやりのある行動を取れる時なので、周囲の人々の信頼と好意が得られるでしょう。安心して微笑みを持って進みなさい。めっちゃいいこと言ってる。見ざる、聞かざる、口ざる。チカチカしてる。日光とんかつカツせん、すごく美味しかったので、日光行く人はぜひ寄ってほしいです。日光東照宮から20キロほど離れて華厳の滝を見に行きます。華厳の滝、これからエレベーターに乗ります。雪がすごい。日光には数多くの滝があるんですが、華厳の滝は中でもとても有名だそうです。今回は滝の全貌を見渡せる展望台に来たんですけど、
もっと滝に近い展望台もあって、そこは滝壺が見えるらしいです。ちょうど近くにいろは坂っていうのがあって、一度来てみたかったので、とりあえず通ってみたんですけど、ちょっとよくわかりませんでした。沙織の暮らし。おはようございます。今日は1月9日だと思います。今、鬼怒川に来ました。鬼怒川は初めて来てよくわからないんですけど、まあ散歩しつつ楽しもうかなって思っています。鬼怒川温泉駅はこんな感じで新しいのかな。とても綺麗でした。鬼です。かわいい。この駅の横に SLDL 自社時刻、違う、転車時刻、ここでなんか電車がくるって回るみたいです。結構多分鉄オタが好きなんじゃないですかね、これね。鉄オタの人は大好きな場所だと思います。かわいい。あ、大樹。大樹ってなんだろう。鬼がちょっと顔出しててかわいい。ふれあい橋らしい。これ橋なのか。遠くから見ると鬼になってます。結構歩いたけど。ここにも鬼太郎が。さっきよりちょっと変な顔して、ふざけた鬼ですね、これ。ちょっとじわじわ猿に見えてくるんだよな。温泉街の方に行くと足湯がありました。ホテルがかなり潰れていて、人も全然いなかったんですけど、足湯好きなのでこれは来た甲斐がありました。手もあるし、温度がちょうどよくて体が温まるいい足湯でした。2キロも歩いて鬼怒川公園駅までやってきました。なので電車で鬼怒川温泉駅へ帰ろうと思います。浅草。数年ぶりに電車に乗ったので楽しかったです。歯医者さんの匂いがする。これをどうすんだっけ。どっちの向きでもいいのかな。うい、戻ってきた。ということで戻ってきました。鬼怒川温泉駅のそばにはバームクーヘン屋さんがあって、温かいバームクーヘンも購入できてとても美味しかったです。おはようございます。ということで伊香保です。伊香保ハート。ここは石段を挟んでいろんなお店が立ち並んでいます。なのでカフェに立ち寄ったり、お土産屋さんを見たり、もちろん足湯もあるのでのんびりと観光することができました。次の日の朝、道の駅から出て少しのところで何か催しを発見しました。これからどんど焼きが行われるそうで、中にはたくさんの飾り物がありました。群馬県ということで全然地元じゃないんですけど、見ていきなって快く受け入れてくださって参加してきました。思ってたよりも火の迫力がすごくてびっくりしました。てっぺんにだるまが飾られてるんですけど、風船のようです。
わるとみんな枝にマシュマロやお餅を刺して焼くんですよ。子供たちも楽しそうでした。地元の方たちが集まってワイワイやっているのが見ていてほのぼのしたし、なかなかこういう地元の行事を見る機会もないので、旅ならではの思い出ができました。群馬県から新潟県へ移動します。新潟県になるとすごい雪の量でびっくりしました。この日は十日町市にある雪原学舎に泊まりました。今回の旅で2回目の宿泊。なんか学校をリノベーションっていうのリノベーションして宿泊できるようになっているそうです。もともとが学校だとは思えないくらいとても綺麗で、お部屋はグランピングが体験できるようになっていて、人生初グランピングを体験しに来ました。じゃーん。わお。今日はこのテントの中で寝ます。グランピング仕様なので食材を受け取って自分で作って食べます。わお、お鍋。これを盛り付けます。盛り付けてる間に火つければいいかな、鍋で。あ、カプレーゼ。お皿に盛り付けたり鍋もスープを入れるだけなので、ど素人の私でも簡単に作れて美味しかったです。新潟を出て福島県へ向かいます。ちなみにテントの中で寝るのは最高でした。ここからはずっと雪が続いて、もう北海道じゃんって感じでしたね。これは千葉でタイヤ交換しておいてよかったです。私、赤いものに取りつかれてるのか、だるまとか赤べこが大好きなんですよ。福島といえば赤べこなんで、ここは来れて幸せでした。実はここから観光がほぼできていなくて、もう北海道に帰る船の予定も決まっていたので、あと少しの旅をのんびり過ごしていきます。これは鍛冶職人がブレーキパッドの交換をしています。何でもできて優秀です。今雪見大福買ったんですけど、箸が逆な気がする。ちょっと食べづらい。おはようございます。しばらく動画を撮っていなかったんですが、前はいつで止まっているんでしょうか。今岩手県に来ていて、今日は1月20日です。でね、もう明日にはね北海道に帰ります。なんで今日は岩手県で温泉に入って青森の方に向かってね、明日の夜の10時に船に乗るんですよ。最後の2日間を楽しもうと思います。すっぴんでごめんなさい。じゃ温泉は貸し切り風呂を2時間予約しました。あったかそう。お風呂の後は仙台で食べ損ねた牛タンをいただきました。テールスープも美味しいんですけど、酪農をやっていたからかリアルな牛の尻尾を想像してしまう自分がいて、なんだか悔しいです。最後の最後に洗濯を回して家に帰ってから、洗濯やばすぎる、だるってならないようにしておきます。これから10時の船に乗るので、その前に最後に焼肉を食べに来ました。いただきます。おいしい。一戸港に着きました。多分この船に乗るのかな。もう北海道に帰るのか。
寂しいな。またいつか旅ができればいいですけど、もうちょっとで船に乗ります。あ、いた。じゃーん。あれあれ、なんか和室にしたと思うんだけど。何ここ。あ、でもなんかすごい洗面所ついてる。何の電気だ？お、部屋の電気っぽい。これは？あ、これはここか。今回はね、一等和室にしたつもりが一等洋室にされて、謎に4人寝られるようになってるけど、でもまあね、ちょっと奥行ったら座れる感じになってて、いいですね。ということで、ついに北海道に戻ります。あっという間でした。3ヶ月経ったっていう感じなんだけど、あっという間でした。じゃあまたおやすみなさい。なんちゃってな。おはようございます。6時です。でも本当寝れなかった。今までで結構酔いの激しい方だったな。もう今までで一番揺れました。もともと酔いやすくて薬飲んでたんですけど、薬飲んだよなって思うくらいグワングワン振り回されましたね。戻ってきたぞー。とりあえず船から降りてセイコーマートに来ました。茨城ぶりだね、セイコーマート。いつも買うピーナッツパンを買ったんですけど、知らない間にパッケージがちょっと変わってた。タイムスリップしたみたい。これから家へ戻ります。今回は2度目の日本一周。道外を車で回るのも9年目ということで、これまで濃く回れなかった地域を回る旅でした。帰ってきました。ただいま。ちなみに苫小牧からここまでは200キロ。旅中はね、走っても100キロとかだったんで、だいぶ長かったですね。なんと今日1月22ですけど、雪が全然ないです。異常だね。12月は降ってないこと多いですけど、1月にはね、だいたい雪は結構あるんですけど、地面も全くもって雪がないです。で、とりあえずお家に入ろうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。